여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 以前の動画では王妃の公式な仕事を紹介したと思いますが、今日は王妃の女性としての私生活を紹介したいと思います。じゃあ見てみましょう。じゃあごめんなさい。その前に、この前の公式の仕事の時に、王妃として、중전として一番大事な仕事は、この친잠레と言いましたね。ここでちょっと日本の方だったら気になるかなと思って、この場を借りて紹介したいのがありまして、韓国の旅行とか行ったことある方は、잠실というところご存知ですよね。BTS とかがコンサートする運動場もあったり、第2ロッテワールドとか、ロッテワールドもあったりとかするところなんですけれども、こっちが、韓国人はほとんど漢字を使わないので気づいてないと思いますけれども、解雇の室って書いてますよね。つまりこの잠실が、この중전たちが친잠레を行っていたところだそうですね。なので、今度韓国旅行とかいらっしゃる方は、この잠실とか、多分寄ると思いますけれども、その時に、ここでこの친잠레をやったんだって覚えてくださいね。じゃあ本格的に중전の私生活の話をしたいと思います。この前言ったように중전は公式的な立場もあれば、女性としての私的な立場もありますが、じゃあ今日はここの話をしてみましょう。じゃあ一旦まず중전にとって一番大事な仕事は、健康な息子、つまり聖者、王子ですよね。聖者を産むことでした。なので、小さい王と중전の夜の営みは韓国語で합궁と言いますが、これを通して健康な息子を産むことが중전にとっては何より一番大事な仕事でしたね。ただし、これは一つの国の王と王妃のことなので、実際これ正式な国家儀式の扱いをされていました。ということは、つまり、いつでも簡単にできるわけではなかったということです。かなり厳しい条件などがありましたが、じゃあまず見てみましょうか。じゃあ一旦まず健康な子供を産まないといけないので、まず三軍、ゼゾ三軍という三軍のトップですよね。で、三軍と天気予報士と、で、高位官僚たちが集まって、王様と중전の健康な子供が産める日を占うんですね。占ったり会議をしたりとか。で、それで、一旦基本的には、性質、중전の生理が終わった5日後がベストだったんですけれども、これだけじゃないんです。実際は、毎月の15日、30日はダメだったそうです。つまり満月ですよね。で、それと、性質が病気中や、または病気の後もダメだったんです。それと国家儀式などがあった場合はその日もダメです。さらに、昔は十二支で年を数えたり日にちを数えたりしたんですけれども、蛇と虎が入る日はダメだったらしいです。で、さらに雨が降る日や雷が落ちる日、嵐があったりとか、で、または月食の日とかも全部ダメだったんですね。こういうところを全部考えた上で、家臣たちが王と王妃の夜の営みの日を決めたんですよ。かなりきつい条件なんですよね。つまり、いつでも簡単にできるわけではなかったんですよ。で、こうやって日にちが決まった場合なんですけれども、そしたら、霊官がこれを王様に報告します。明日が夜の営みにいい日だそうです。など、こうやって報告をしますが、後の違う動画で説明したいと思いますけど、実際王と王妃は愛している関係というよりは契約の関係みたいなものなので、王様としてはやりたくない場合もあったと思いますよ。例えばの話なんですけれども、ここで王様が嫌だと言った場合はどうなるんでしょう。そしたらすべての家臣たちがチョンハの前で集まって、チョンハと言ってから、ぜひぜひ夜の営みをこの日に楽しんでくださいとか言ってたらしいです。で、これでもちょっと王様の体力またはコンディションが良くなくて、嫌だを言い続けた場合は、次はですね、성균관の学生たちまでみんな集まって、ジョンハーぜひ朝鮮の未来のためにこの日に
夜の営みを楽しんでくださいとか、まあ、つまり全公務員が王様にぜひ夜を楽しんでくださいと言うという、とっても今の時代で考えたら面白い光景があったんですよね。まあ、とにかく簡単に言うと、王には拒否権がなかったと言えるんです。じゃあ、こうやって日にちが決まると、場所は중정が練っている교태전または중궁전と言いますが、ここですべてのイベントは行われます。で、まず最初、見習いの궁녀たちが入って、おしぼり、そして蚊や、当時結構蚊が多くて王様とかが苦労してたようなので、蚊帳は必ずつけてたらしいです。それと、こうやって、布団などを準備します。その後、見習い궁녀たちが退場して、중정が入って、で、その後王様も入って、そしたら、当番の三軍一人が5つのろうそくに火をつけます。まあ結構ロマンチックなんですよね。その後三軍も退場しますが、実際それで、すぐ、楽しむわけではなくて、これ時間も実際決まりがあって、必ず深夜12時だったそうです。つまり深夜12時まで待たないといけなかったんですよね。じゃあこういった全ての条件を満たした場合、じゃあその後からは、중전と王の男女の二人きりの楽しい時間が過ごせるのかといえば、どうでしょう。実はですね、この部屋は、周りに8つの部屋があって、で、その8つの部屋には、なんと、三軍たちが一人ずつ待機しています。そしてこの三軍たちは、60歳以上のベテラン三軍ですよね。つまり、かなり力が強い三軍たちが、力が強いというか、王様が赤ちゃんの時におむつとかを交換してあげた三軍たちが、王様の夜の営みを監視するんですよ。じゃあなんで見ているかというと、基本的にはアドバイスですね。ちなみに韓国語でオムニダというのはございますですが、例えばこんな話です。전하、息が激しいオムニダとか、または전하、右に曲がるタイミングオムニダとか、または、중전ママにもアドバイスがあるでしょう。중전ママ、ポジションチェンジ主にだ、みたいなことをずっと言い続けたらしいです。簡単に言うと、おばあちゃんのような人たち8人が、孫の夜の営みを周りから見ながらアドバイスしてるってことなんですよね。これかなりきついんですよね。今考えても。で、これだけでもきついんだけど、これで終わりじゃありません。実際はですね、この三軍たちは、鶏ですね。生きている鶏をみんな持ってたようなんですけれども、これは、夜の営みの途中で王が突然死するのを防ぐためなんですよね。王の息が本当に激しくなって、命に支障があった場合は、鶏の首を切ってその血を飲ませたらしいんですよね。そのために持っていったんですけど、先ほど言ったように生きている鶏なんですよ。なので、ずっとここでって泣いてたはずですよね。じゃあ皆さん考えてみてください。自分のおばあちゃんのような存在が8人が周りから自分の夜の営みの音を聞いていて、アドバイスもして、さらに鶏の音までここでってが聞こえてくる状況なんですけれども、これってかなりきついんですよね。で、さらに皆さん、ここで終わりじゃないんですよ。実はですね、王様の体のために、実は、老いたち、医者たちも実際は聞いていました。音を聞きながら、で、この医者たちもただ待機してるわけじゃなくて、三軍たちが、健康な子供を産めるようなスキルをアドバイスすると言ったら、この医者たちは王様の体を保存するためのアドバイスをしたんですよね。例えば、전하、息の音とかが危ないオムニだとか、または、전하、息すぎオムニだとか、こういった話をずっとしてたらしいんですよね。ここまで来たら言うまでもなく、これ本当に最悪な状況なんですよね。じゃあ、중정は、つまりこういった状況で王様との夜の営みを楽しめないんですけど、一旦楽しんでたということなんですよね。じゃあ、だからこういったことがあってどうなるかといったら、結局王様が
だから側室とかに結構行くんですよ。なぜかと言ったら、側室は意外と比較的に簡単だったんですよね。これは正直側室との子供は、王権とはそんなに関係がないので、別に自由に、夜の営みが楽しむことができたらしいんですよね。皆さんがドラマとか見たように、こうやって王が側室のところに行くのも、実際はあり得ることなんですよね。で、さらになんですけれども、お城には宮女たちがいるんじゃないんですか。この宮女との、また夜の営みはもうさらに簡単、もう本当に簡単だったので、かなり王様が楽しんでたらしいですね。これを見ている중전としては本当にイラつくことなんですよね。仕事も結構大変で、責任も重くて、そして自分も子供を産まないといけないのに、いろんな日にちとか制限があり、そして、周りから見られて、集中もできなくなり、本当に最悪な状況だったと思います。じゃあ次はちょっと違う話をしてみましょう。중전ママというのは結局は王の性質じゃないんですか。それで王が亡くなって、つまり旦那が亡くなって自分の息子が王になったらテビママになる話は以前の動画で話したと思います。これは王の母になりますが、この중전ママとテビママは同じくこういった苦労した중전の立場をわかるということで仲が良かったんでしょうか。それを実際調べてみると残念ながらそうでもなかったらしいですよ。理由があるんです。じゃあまず以前の動画で紹介したと思いますが、朝鮮は王だけが政治をするシステムじゃなくて、いろんな政治の党から家臣たちが集まって王様と討論をして、そこでお互いの話を論破しながら国家の政策を決めるようなシステムだと言いましたね。ここではじゃあ皆さんがわかりやすくするために例えをするんですけれども、実際この朝鮮の政治の党に関しては話が長いんで簡単に今日は説明しますね。例えば、チャイジョンが自民党だとしましょう。そして、ウイジョンが民主党だとしましょうね。そしたら、王様の奥さんが自民党の家紋の性質だとしましょう。そしたら、王子であるセザはできるだけ民衆との家紋の性質を入れたりしますね。できるだけこうしようと努力したということですよ。理由は、家臣の権力の分散のためですね。つまり、중전も自民党で、王子の性質も自民党だったら、かなり自民党のパワーが強くなるので、それを牽制するためでした。それによって王権も弱くなりますので。なので、できるだけ違う政治派閥から選んだんですね。結局どうなるかと言ったら、じゃあ皆さん見てくださいね。例えばの話なんですけれども、民衆党の性質、自民党の母がいた場合、もちろんその裏には、それを支持する各党の人たち、家臣たちがいますよね。結局、なんか政治的な対立があった場合、중전とテビは、絶対反対の話をすることになりますので、かなり仲が悪いと思われます。結局、朝鮮の王様は、もちろん国の運営という大変な仕事もありますが、自分の家族関係にもこういった嵐の中で緊張感を維持しないといけなかったんですよね。で、ここでなんですけれども、例えばですね、帝王デビという王の祖母まで生きてたとしましょう。で、例えばこの帝王デビが、例えばの話ですが、公明党だとしましょう。そうしたら王様のストレスはさらに増していきますよね。つまり、중정は仕事も大変で、こういった家庭内の関係もとっても大変で、いろいろすっごくストレスが溜まる立場だったと思います。もちろんテビママもそうでしょ。やっとテビママになったのに、중정は違う派閥とかだったらさらにストレスですよね。じゃあ今日はここまでです。次は、こういった중전、実際朝鮮ではみんな중전になりたかったんでしょうか、または중전になるためにはどういった基準、または過程があったんでしょうか。そういうところをまとめた動画でまた皆さんに伺いたいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。